いや、すいません。一つ、あの、バタ足が推進力になるっていうのは、角川先生も健三君も共通認識でいいですかね。はい、そう考えてます。ただ、はい。それを証明する証拠はまだああ、ないです。なるほど。例えば、どんなことができたら、こう、バタ足は進んでるよ、推進力を生んでるよっていうのが分かりそうですかね、これから。先ほど出した手の推進力であったり、成田君の全身の抵抗力っていうのは、ちょっと説明したんですけど、バタ足の力をそのまま測定したものではなくて、間接的に考えているだけなので、それを実際に評価できればいいかなと思っています。で、一つの方法としては、水がどういう流れをしているかっていうのを可視化、目に見えるようにするっていう方法があるんですけど、その方法を使って、水が泳いでいる人の後ろ側に移動するようなものが確認できればいいかなと思っています。泳いでいる人っていうのは大体全力で秒速2メートルくらいで進んでいるんですけど、その時っていうのは、体周りの水も一緒に引きずって泳いでいるので、その水が抵抗になってるんですけど、その引きずるだけじゃなくて、自分の体より後ろ方向に水がこう押し出されて、飛んでいくじゃないな。反対方向に行くようなものが確認できればいいんですけど、まだそれはちょっとできてないかなっていう感じです。手であれば入水してから手を大きく後ろに移動させるので、そういう現象って起きると思うんですけど、バタ足っていうのは基本的には上下運動なんで、その運動で後ろ方向に水がこう移動するっていうのは、どういうメカニズムなんだろうっていうのはまだはっきりはわからないです。ありがとうございます。あとは、今の角川先生のやつに補足すると、そのやっぱ速度によって推進力の割合はちっちゃくなっていくのかなっていうのは個人的には思ってます。っていうのも、皆さん泳ぐときにプールとキックで泳ぐときにどっち速いかって言ったらプールの方が速いと。で、そうなったときにキックで達成できるバタ足だけビート板持ってバタ足バーってやってるときの速度よりも高くなるとどんどん推進力、バタ足が生み出す推進力ってのはちっちゃくなっていく。じゃあちっちゃくなっていくから無駄かって言ったらそうじゃなくて、速く泳げば泳ぐほど、腕のかきによって下半身で沈みやすくなったりとか、あといろんなその腕を回転させることによる回転量とかで、足が沈みやすくなったりするんですけど、それを相殺するためにもバタ足っていうのは推進力以外にも速く泳げば泳ぐほど、必要性っていうのが大きくなってくるのかなっていうのは僕自身思ってます。はい、ありがとうございます。となると、今の話だと、より速いスピードになると、そのキックの役割が変わってくるんじゃないかって話なんですか？どうですかね、角川さん。役割というか使い方が変わってくると思います。で、一番大きな要因としては、やっぱり効率っていうことを考えないといけないと思っています。でゆっくり泳ぐときっていうのは、手だけで泳いだ方が楽だと思うんですよね。例えば1500メートルのレースで14分から15分くらい泳ぐとすると、その時間内ずっと、手もしくは足で推進力を発揮し続けなければいけないんですけど、足っていうのは上肢よりも筋肉も多くて質量が大きいので、それをずっと動かし続けるっていうのは結構、体力的にきついかなっていうのがあります。で、大きい足を大腿とか肩を動かし続けるとかなりエネルギーが使うんですけど、その割にあんまり推進力発揮しないし、抵抗が増えるっていうのがあるので、効率が悪いんじゃないかっていうふうに考えています。なので、泳速度が比較的低い長距離の種目では2ビートを使う選手もいるんじゃないかなっていうふうに考えています。た
ただ距離が短くなればなるほど、とにかく高いスピードを出さなきゃいけないので、多少効率を犠牲にしてでも、少しでもキックが推進力を生むのであれば、それも利用して、泳速度、スピードを高めて泳いでいるんじゃないかっていうふうに考えてます。だから、たとえ1500メートル専門の選手で、普段2ビートで泳いでる選手であっても、50メートル全力で泳ぐときは6ビート使うと思うんですよね。で、それを1500メートルでずっとやり続けられればいいんですけど、効率が悪いので、体力の限界が先に来てしまって、できないから、2ビートを使っていて、効率のいい上肢中心の泳ぎになっているんじゃないかと考えてます。はい。だからスピードと効率っていうのを考えなきゃいけないかなっていうふうに思ってます。